椿だぜ。チカなのよ。今回はサムライスピリッツの移植版をプレイしてもらうわよ。以前ネオジオ版の本物をプレイしたのはこの移植版への布石だったからな。覚悟はできてる。というわけで今回はゲームギア版をご用意いたしました。絶叫するほど驚いたりはしないぞ。ゲームギアって時点で別物なんだ。別物として楽しめるかどうか、そこに焦点を当てていくのだぜ。ほ、経験ないきたな。以前遊んだガロースペシャルと同時期のゲームだろう。そう考えればスーファミ版やメガドラ版とは別の方向性で、なんやかんやようやっとる的なものになっていると期待できるぜ。乞うご期待。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒です。最初に今回のタイトル、サムライスピリッツについて、本作のリリースは何年の話だったかしら。94年の秋には新サムの話が出ていたんだ。92年か93年だろう。はい、本作は1993年のリリース。翌年以降は KOF 人気の陰に隠れがちだけど、98年までサムスティも毎年新作をリリースするのよ。新サム、ザンクロー、天草、ゼロ、ゼロステ。ゼロの登場はもっと後よ。いわゆるポリゴンサムスティが2作品含まれるのよ。あったなそんなの。サブモニターに対戦相手の顔が映る変な筐体だ。シリーズは以後も継続していて、2019年に完全新作、2022年にはゼロスペシャルの完全版がリリースされるの。今回は初回作とその移植について振り返るわよ。有名なのはスーファミ版とメガドラ版だよな。メガ CD 版も予定されていたけど、日本国内では未発売となったわね。ネオジオ版を除くと一番最初の移植は、ゲームボーイ版の熱湯サムライスピリッツなのよ。マジかよ、一番偽物っぽいのが最初に出たのか。あとはスーファミ、メガドライブの順にリリース。ゲームギア版はメガドライブ版の1ヶ月後にリリースなの。少し遅れて 3DO 版もリリースされたけど、名前も中身も海外版仕様となっているわ。サムライショーダウン。で 3DO ってもう次世代機じゃないか。はい。ゲームギア版ですが発売は94年の末期。10月には新サムが稼働していた頃になるわ。11月にセガサターンがリリース。12月にはプレステがリリースと慌ただしい時期よ。第4世代も末期の頃じゃないか。これ以降、しばらく SNK 作品の移植が滞る時代ね。少し前にネオジオ CD が出ているんだよな。はい、CD メディアを採用することで、ゲームの価格を抑えることに成功した SNK の新ハードね。当時3万も4万もしてたソフトが一気に手の届くお値段になったんだよな。ご存知の通り、ローディング時間が長すぎる問題がネックとなり、盛大に爆死するハードね。友達が意気揚々と購入して家に持ってきて一晩遊んだんだ。帰りにそのまま売りに行ってたぞ。自宅にすら入れてもらえないのくさ。はい、後に倍速ディスクを搭載したモデルも発売されるけど焼け石に水、シェアを取ることは叶わず、以後は SNK の名義でプレステやサターンにゲームを提供することになるわ。プレステ版はネオジオ CD と大差ないレベルのローディングが苦痛だったが、サターン版は拡張ラムのおかげで結構快適に遊べたぞ。この時代にセガがソニーと互角に渡り合えた理由の一端ね。うちのサターンちゃんはほとんどヴァンパイアセイバー専用機になってたしな。数ある宝移植のゲームだけど、おそらくこれが最後。以後はゲームボーイ向けに SD キャラによるリメイク作品、熱湯シリーズをメインに提供していくことになるのよ。ちなみに以前プレイしてもらった画廊伝説スペシャルの2週間後にリリースされたタイトルになるわね。2週間しか空いてないのか。こりゃ同時に作ってた系か。残念なお知らせですが開発が違います。そうなの？画廊伝説スペシャルはライブレイン、サムスティはサントスという会社が担当しているわ。聞いたことがないぞ。はい、ここにサントスという会社があるじゃろう。とても経営が絶望的に苦しい状況にあったの。セガにバクバクアニマルされて子会社のメガソフトになるの。このメガソフトに所属しなかったスタッフが分裂、新たなサントスとライブレインが誕生したわ。結局3つに分裂してるやんか。関連会社としてエイコムがあるわ。サミーの子会社だったけど独立を果たすの。当時の宝と SNK のパワーで別の会社に進化するわ。おや、エイコムの様子が。なんとエイコムは夢工房に進化した。マジかよ。そしてサントスは夢工房にバクバクアニマルされるのよ。知らないところで色々あったんすね。はい、そういう意味ではたもとを分かつ同門対決。新流派ガイブレインと2代目サントス、同じハードでの無茶移植対決。果たして勝つのはどっち？そういう企画じゃないだろ。ちなみにガイブレインさんはメガドライブ版の画廊伝説2でもはちゃめちゃやってたわね。この会社好きかもしれません。つばちか。はい、まずはオープニング視聴の儀を執り行うわよ。オープニングあるのか。
元同僚の作った別会社が同時期に似たような案件背負ってるのよ。ここで力を見せつけておく必要もあったと思うのよね。実際のところはどうだったんだろうな。会社違うけど一緒に飲みに行って、そっちの給料どう？マジで？みたいな交流があったのか。それとも、あいつらは敵だ。絶対に負けられんみたいな強烈な対抗意識があったのか。こういう形で会社が分裂しちゃうってのはやっぱり派閥というか、第1開発室、第2開発室みたいな、部署単位で独立ってパターンも多いと思うの。あいつらの赤字埋めてるの俺らだぞ、みたいな摩擦は容易に想像できちゃうな。はい、思ってた以上に簡素なオープニングでした。花びらと文字だけだったな。あるだけマシか。一応オプション項目を確認しておこうか。難易度はノーマルでよろしく。コンティニューはデフォで無制限、あとは時間制限とサウンドテストか。変な隙間があるな。裏技を使うとそこに天草が出るわ。宝ロゴが出てる間に右3回と簡単なコマンドね。よく見たらリストラはアースクエイクだけじゃないぞ。はい。アンフとタムタム、比較的大きいキャラが削られているわね。なんだ今のピッて音は。ガード時の効果音がシュールすぎるわね。で、これボタン2個でどうやって遊ぶんだ？ A ボタンで切り攻撃、B ボタンで蹴り攻撃、AB 同時押して強攻撃が出るわ。なるほど。コマンドの説明は必要ないわよね。技に頼ることはほとんどないゲームのはずだからな。A ボタンで中相当の突きが出るな。こりゃ。まあまあ減る強攻撃。てんや。いいね。ピーン。ヒット。倒した。例によって1人1試合程度にはしょるわよ。今回はおまけ映像もありますのでテンポよくね。岡の下。すまんぞ。スタートボタンを押してね。マジかよ、まさかの忍者が遺伝子を。T。2人目、右京さん。みんな気づいてると思うけど、なんかすごくテンポが悪い。次からはなるべくカットするけど、待ち時間は結構長いわね。スライディング。起き上がりに密着すると。さすがにアーケードと同じハメは通用せんか。当たり前やろ。いて。空対空完璧超人かよ。蹴りと切りなら蹴りの判定勝ち。びっくりするくらい減ってないからいいんだけど。もうすでにガードが硬くなってきた。ピーン、ピーン。通った。小月さん。まあまあ減った。UI 見切れるのかよ。よし。はい。さっきはカットしたけど、勝ちポーズなんてないわよ。ないならないでいいんだけど、そこは詰めて。なんか知らんわテンポが悪いだろ。ここのセリフの種類は少ないわ。同キャラ用のセリフは確認できたけど、他は全部同じっぽい雰囲気だったわ。対戦時のセリフは用意されてるっぽい？同キャラ以外は共通じゃないかしら。はい。1試合目はサクッと負けて2本目。油断してると負けるかもしれない。言うてもジャンプ強攻撃振り回してるだけである。ヒット。なんで空中で分身してるの？一体少ないし。おそらくは苦肉の策。犬も不自然なくらい画面下にいるでしょ。おそらくは横軸におけるオブジェクトの表示制限だと思うの。キャラオーバーってやつね。フライクへ。割と痛いぞ。ピヨってるし。事なきを得た。オリジナル版では異常に弱い技だったよね。モズ落としは異常に強かったけどね。結構減った。怒りの強攻撃。踏んだ。てい。ピヨった感じ。危なかったぜ。なんとか撃破。ボスのデモはちゃんと入ってるんだな。アニメーション部分は豪快にカット。オリジナルだとこの後はボーナスステージだな。残念。ボーナスステージはありません。別になくてもいいよな。そもそもスコアの概念がないのよ。だったらしょうがないな。最初に言っておくべきことだったけど。悪いなのび太。このゲームは一人用なんだ。対戦プレイを楽しみにしていたところ悪いけど、対戦できないんだ。残念だったな。やんねえよ。まあ、そういう面でも少し残念なタイトルってことにはなるわね。結論もう出しちゃうけど、画廊の方が格段に面白かったぞ。そういうお話は最後にお願いしますね。差し返せないのか。はい。本作の突進技は基本的に隙がほとんどないの。
出しちゃえば勝ちなところがとても強いわね。ピヨッタか？そりゃ。負けたわね。今の見た？大ギリ当ててるのに右しか減ってないぞ。本作は超リアル剣術アクションなので、体力が減ると攻撃力が低下するのよ。そのシステム、絶対いらんやつ。飛びの時点で全然減ってなかったでしょ。いや、きっと何かの間違いだと思った。残り体力0ドットまで減ったら逆転はほぼ不可能な仕様です。おかしいやろそれ。あだだ。ほら、怒りマックスの必殺技2発食らってもドットしか減ってないわ。あかんやろこれ。つばちか。つばちか。はい、同キャラ対決ね。同キャラ用のセリフは用意されてるんだな。戦闘前、戦闘後ともに用意されているわ。旋風列山。踏んだわ。上行った時に UI 見切れるのは斬新だよな。世の中には UI のゲージ引っこ抜いてぶん殴るキャラもいるのよ。デッドプールさんに常識求めないであげてね。ぐわ。飛び道具の発生保証。これもオリジナルから威力は低いよな。拘束時間は長いけどね。ピヨッタかな。チャンス。しまった。同時押しミスって蹴りが。ポンコツ。通った。当てにできない対空技。攻撃当たるときはだいたいこんな感じよな。なんか知らないけど後出しで通っちゃう。シャルロットさん。落とされたかと思ったら通ってたわ。次は落とされた。早起きやがれ。届かん。はい。なかなかにガードが硬い。くすっと。パターン発見か？くぐって対空。パワーグラデーションっぽいのを潰していく。スプラッシュは反撃できね基本的に突進技の隙が皆無なのよ。え。オリジナルならしそう。はい。無事にシャルロットを撃破ね。節々でテンポの悪さを感じる作りだな。合間はカット編集。触れない時間が十数秒あるぞ。あれ？ボスのでも、これ2回分か。3人リストラされているのでどっかで話詰めないとね。ナコルル。はい。7人目、アイヌの戦士ナコルル。ここの BGM は結構好きな曲なんだがどうかな？なんかちょっと早い。聞き取れるからセーフ。セーフなのね。開いた。当たり前だけど背景はピクリともしないな。ガロースペシャルの方は結構動いていたわよ。だよな、背景スクロールしてたわ。対空地味に強い。置いてあるタイプ。ナコルルの投げ一つに絞るならそれじゃないだろう。まだ一度も発生してないけど、本作にもつばせり合いはあるの。武器を落としてしまうことを考えると、武器を用いた投げは削除対象になるわね。なるほど、投げ一つで済ませる作戦か。なんか置いてある攻撃判定が妙に強い。持続が長いのかしらね。ピヨったか。うわ、ピヨってない。2フレームくらいピヨってたわよ。復帰早すぎ、高レベルの号機かよ。うわ、アンヌムツベ食らった。てりゃーん。いける。ここだ。ベクトルおかしいぞ。こっちに吹っ飛んできてたわね。はい、忍者。3人リストラするならまず忍者2人もいるか考えるべき。作るのが楽だったんじゃないの？頭以外はほぼコンパチだし。おおむねガルフォード。BGM もメロディーは共通なのよ。サムスピのサントラ買ったよ。強攻撃がヒット。はい。2発目ヒット。半分にはちょっと届かないくらい。そりゃ。月がヒット。ピヨったふみよ。うわ、間違って投げた。ズワー。サクッと圧勝ね。攻撃がスポスポ入った感じ。知らぬいげやん。こいつを倒せばラスボスとご対面だな。なんやかんやでノーコンティニュー。強攻撃振り回してるだけだぞ。地味だな。雰囲気を重視する環境とは相性が悪いハードね。10米のステージとかもともと BGM は皆無だしな。旋風列さん。どう見ても孤列山である。技でないのよ。なんか知らんけど出ない。はい。
画廊はあんだけ気持ちよく技が出ていたんだ。これはハード性能を言い訳にはできない部分だぞ。コマンド入力に関しては、開発の癖みたいなのが出やすいのかしらね。まあバンバン技を使うゲームではないのが救いだな。でも出したい時に出ないのはストレスよね。言うことを聞かない機械は敵だ。敵の攻撃力がうんこすぎてかわいそう。ヘロヘロなのよ。察してあげて。必殺技2回食らったとは思えないダメージ量。強攻撃だ。切れてない。オツでした。はい。基本キャラ9人を無事に撃破。いよいよラスボスなのよ。返答なしか。はい。最終戦。天草素人キサだ。パワーアップデモもあるのでノーカットです。オプションで試合数設定できるゲームでたまにあるよな。2ラウンド目に変身するのになかったことにされちゃうやつ。竜子外伝のアルティメット KO とかね。入滅の動きがキモい。うわ、めっちゃ減った。なんかジャンプ強攻撃がにヒットしてしまう気の毒な病気なのよ。気の毒すぎるだろ。怒りも一瞬で切れちゃってるし。2発でこいつもう終わってるぞ。食らった。汝、暗転入滅せよ食らった。効かぬのだ。オリジナルなら怒りマックスで即死してる攻撃よ。もういいだろう。終わらせよう。ヘロヘロのラスボス。でい、オツでした。はい、ここからが本番。パレンケストーンを掲げて石に封印されているアンブレラ様のパワーを呼び起こすんだな。アンブロジャ様です。と、カブト割り。効果は抜群だ。あと一発で立てるぞ。ここに来て急にサムスピっぽくなったわね。はただの飛び道具。7割減ってピヨル。おかしい。一番強かった頃のハオウ将校剣じゃないか。ずっと分しててくれたおかげで助かったわね。くっそ、なめっぷかよ。負けた。怒りマックスに要注意なのよ。はい、気を取り直して2本目。作戦に変更はございません。とにかくジャンプ強攻撃だ。やられる前にやる。あんな頭のおかしい威力の弾踏んだのは事故だ。ヒット。いや、まだ痛くない。あと一発入れれば勝ち確定だ。勝ったわ。怒りマックスなので注意。と言いたいけど、多分もうヘロヘロで攻撃力残ってないわ。攻撃力が残ってないってなかなか使わないフレーズだよな。はい。無事にラスボスを討伐。感動のエンディングなのよ。エンディングに関しては前回の動画でも触れている部分だけどな。変更点を探してみてね。ゲームギア版独自のエンディングとかになってるのかな。これは原文そのままっぽいけど最後に出てただろ。最後だから問題ないわ。そんだけ？以上になります。おしずさんはいません。マジか。画廊スペシャルもエンディングなかったしな。こんなもんか。エンドロールは？そんなものはない。レビューは最後のまとめでどうぞ。というわけで、おまけコーナーをご覧ください。何が始まるんだぜ。主要キャラは知らぬイゲアン。こいつの通常投げがとにかくぶっ壊れてるのよ。投げればいいのか？投げがヒットしたらボタンを連打してちょうだい。威力が飛躍的に向上するわ。オリジナルにもあったしよう。って多い。はい。7割減ってピヨるのよ。即死じゃねえか。そうだよ。はい。続いてはナコルルネ。何をすればいいんだ？アンヌムツベの実よ。なぜか他ダンダード技でえぐい削り量。おまけにガードされて有利。これだけ出していればクリアできるわ。どうしてこうなった？ツバチか。はい。無事にクリアできたところで今日はここまで。作品のレビューをお聞かせ願えるかしら？ちなみに、ファミ通さんのレビューはどうなってる？ 6 点、6点、6点、4点。40点中22点。6点を9大点とするなら、これよくて5点。厳しめに採点すれば4点とかだと思う。スペックを考えればよくやってる。頑張ってると思うよ。いや、それはそうなんだが、どうしても画廊スペシャルと比べちゃうだろう。あっちに比べるとコマンドレスポンスやスピード感に劣るし、バトルの合間のテンポの悪さがすごく引っかかるんだ。単純に比較すれば画廊の方がゲームとして面白かったからな。同じ点はやれないと思うし、仮に同じ点数くらいの出来だったとしても、対戦プレイがオミットされた時点で減点せざるを得ないと思うんだ。2週間とはいえこっちが後に出てるんだ。画廊を遊んで、ええやん、と思ったキッズが、こっちも買ったと考えると少し気の毒な気持ちにもなる。そういう意味も込めて本作の評価は、がっかりゲー。はい、がっかりゲーいただきました。
もともとゲームギアへの無茶移植だ。そこまで高い評価は最初から期待していないだろう。しかしながら2週間前にリリースされた画廊伝説スペシャルが想定外にちゃんとしてた。これはもしかしたらサムスピもワンチャンあるんじゃないかと期待を持たせるには十分すぎる成果を残してしまった。元同僚チームによってハードルが高くなってしまったのね。アレンジに関しても瀕死で攻撃力低下する要素いる。むしろ上げるところだろう。瀕死側の防御力が上がるってのはよくあるシステムだけど、火力が失われるってケースは見たことがないわね。はい、ガイブレインとサントスの同門対決、ガイブレインの勝ち。決着。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。 Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。はい、サムスピで小話を一つどうぞ。相変わらず無茶いるな。オリジナルのサムスピが大好きだった。ゲーメスとブックを初めて買ったのもサムスピでな。いわゆる謎本ってのも初めて買ったな。謎本。設定の細かいところを開発者に問う的な。今ならウェブサイトで済ませちゃうやつね。ニピーナコルルは違う人。